月曜朝9時、俺のデスクには値上げメールが20件以上積み上がっていた。ベトナムから電力コスト高騰のため再見積もり、タイからは LNG 値上がりで価格改定の打診だが、1社だけ少量だけシェアを残しておいた新鮮のサプライヤーだけが従来価格で問題ないとの回答。脱中国をほぼ完遂したはずの俺が、なぜ中国からの回答を見て安堵しているんだ。時を1年前に巻き戻そう。あの頃の俺は自動車部品メーカーの調達課長に昇進したばかりだった。脱中国、その言葉を社内で一番強く主導していたのは他でもない俺だった。上層部から脱中国で地政学リスクの対策をしろという号令が下ったからだった。ベトナム2社、タイ1社。俺は半年かけて移管先を決め、契約調印までこぎつけた。これでリスク分散は完璧だ。俺は役員会でそう報告した。その夜、祝賀会の焼肉屋で俺は誇らしげに乾杯していた。仁義を切るため俺は新鮮のサプライヤーへ出張した。そこで俺はある光景を目にする。工場の屋根一面にびっしりと並んだ太陽光パネル。コスト削減のためですか？俺は隣に立つ工場長にそう聞いた。コスト削減とエネルギーの安定確保ですよ。工場長は涼しい顔でそう答えた。帰りの飛行機で俺は少しだけその言葉が引っかかっていた。だがその時の俺はそれ以上深く考えなかった。自分が大きな勘違いをしていることにまだ気づいていなかった。2026年2月末、ホルムズ海峡が事実上封鎖された。ホルムズを通過する船舶は平常時の1日およそ120隻から1桁台へ激減した。ペルシャ湾の内側には2190隻もの船舶が滞留していた。中東現物を移すドバイ原油は一時126ドルにまで到達した。ゴールドマン・サックスは最悪ケースでブレントが150ドルを超えると警告していた。 LNG のアジア指標 JKM も一時で 68% の急騰を記録した。日本は輸入原油の実におよそ 95% を中東に依存している。一部の分析では日本の石油備蓄が8月にも枯渇するリスクが指摘されていた。 JEPX の電力市場スポット平均価格は中部エリアで一時約40円にまで上昇した。製造業の電力コストが文字通り直撃を受けていた。利益が見る間に消えていく。世界中のサプライヤーから一斉に値上げの連絡が入ってきた。だが中国のサプライヤーからは何事もないかのような従来通りの見積もりが届いたんだ。なぜだ？俺は深夜のオフィスで中国のエネルギー構成を調べ始めた。中国のエネルギー自給率マイナスおよそ 84.6%。 俺は目を疑った。石炭の国内生産だけで中国は電力需要の大半を賄える構造だった。しかもだ、中国の太陽光発電コストは 0.033 ドル、世界最安水準だった。2025年末時点で中国の太陽光設置容量は約1200ギガワット、桁が違う。石炭の時給と世界最安の太陽光、中国は20の防御壁を持っていたんだ。そこまで調べた瞬間、俺の背中に冷たい汗が流れ落ちていった。じゃあ俺がベトナムに移した分はどうなるんだ？俺は急いで最新レポートを開いた。ベトナムの原油輸入のおよそ 85% が中東産。しかもその大半がクウェート1カ国に集中していた。ちょうど LNG 輸入を拡大しているフェーズでホルムズ封鎖を食らった格好だった。タイは
ASEAN 最大の LNG 輸入国だ。2030年までにタイの LNG 輸入がガス供給全体の約半分に達する見通しだった。 IEA は ASEAN 全体が天然ガスの準輸入地域に転落すると見通していた。移管先として人気のあった国々が実はエネルギー面ではホルムズリスクの直撃圏内にいたんだ。そして俺は月曜朝に戻ってくる値上げメールが20件。ベトナムからは再見積もり、タイからは燃料費理由で 40% アップ、中国に戻そうにも新工場建設コストはまだ未回収、身動きが取れなかった。役員会では責任者は誰だと怒号が飛んだ。俺は一言も言葉を返すことができなかった。脱中国はリスクを消したわけじゃなかった。ただリスクの種類が変わっただけだったんだ。もっと早く気づくべきだったんだ。金曜の深夜、オフィスには俺一人だった。誰もいない会議室で俺はノートパソコンの画面をただ見ていた。何を見ていたかはよく覚えていない。ふと1年前の新線の屋根の光景が頭に浮かんだ。コスト削減とエネルギーの安定確保ですよ。あの時の工場長の声が耳の奥にずっと残っていた。工場長はずっと前からこの日が来ることを見越して布石を打っていたんだ。俺は何も見えていなかった。翌朝、俺はもう一度世界の調達トレンドを調べ直した。今度は冷静に。欧州の調達責任者を対象にした調査では、中国依存を削減すると答えた割合が大きく動いていた。2025年の 43% から2026年にはわずか 17% へ激減していた。たった1年で世界中のバイヤーが脱中国一辺倒の旗を下ろしていたんだ。マッキンゼーは部分残留と分散を組み合わせるハイブリッドモデルの合理性を示唆していた。 BCG も地域分散ネットワークが操業停止リスクを大幅に下げると指摘していた。二択を超える第3の道がきっとあるはずだ。俺はノートの白紙ページを開いて3本の線を引いた。1つ目の軸は品目ごとのエネルギーコスト感濃度、2つ目の軸は安全保障リスクの高さ、レアアースのような品目はここに来る。3つ目の軸は代替可能性、セカンドソースがあるか内製化できるか。俺はこの3軸で自社のほとんどの品目を分類し直した。コモディティ品は中国継続でエネルギー優位を生かす。安保関連品目は国内回帰または脱中国でリスクを遮断。そして中間の品目はデュアルソーシングで柔軟性を確保する。つまり投資のポートフォリオと全く同じ発想だったんだ。翌週の月曜さ、俺は役員会でこの新しい調達戦略を説明した。全部中国に戻すのでもない、全部中国から逃げるのでもない。品目特性に応じた配分で俺たちはリスクと正面から向き合います。上層部は静かにうなずいていた。ただし一つだけ自分に言い聞かせた注意点があった。セカンドソースに実際の発注を流し続けること。採用評価に合格しても発注ゼロでは有事に動いてくれない。俺は最低年1回の試験発注を全品目で制度化していった。振り返れば全ての出発点はあの日新鮮で見た屋根の光景だった。もう脱中国か依存かなんて二択には戻らない。あなたの会社では今どちら側に立っていますか？もしこの話が少しでも役に立ったならチャンネル登録してくれると嬉しい。また次の誰かの現場の話であなたに会えることを願って。